皆さんこんにちは、りょうさんです。本日は1971年のゴジラ対ヘドラに登場した怪獣ヘドラについて解説していきたいと思います。ヘドラといえばゴジラの敵怪獣の中でも絶大な人気を誇る怪獣でして、ゴジラ昭和シリーズに登場した怪獣の中でもメカゴジラと並ぶほど歴代最強クラスの怪獣だったと言われております。まずはヘドラのスペックから確認していきましょう。ヘドラは別名公害怪獣とも呼ばれておりますが、もともとは宇宙から来た鉱物生命体、通称ヘドリウムと言います。地球に飛来したヘドリウムが汚染物質や有害物質を吸収結合した姿がヘドラと呼ばれております。つまりヘドラは宇宙から飛来したエイリアンと地球の環境汚染物質のハイブリッド怪獣だったんですね。ヘドラ幼体。ヘドラ幼体はオタマジャクシのような外見をしており、大きさも個体により数ミリから数十センチと様々でした。幼体時は毒性は強くなく、人に直接害をなすことはありませんが、各個体が連結し徐々に巨大になっていきます。ヘドラ水中生息期。水中生息期は幼体が集まって形成されたヘドラで、サイズも1メートル程度のものから20メートル近くまである個体も出現していました。劇中では船を襲ったりもしていましたね。またこの頃から毒性も強くなり、わずかに接触するだけでも皮膚が焼けただれてしまいます。ヘドラ上陸期。上陸期は水中生息期が集合して文字通り初めて地表に上陸した形態です。体長は30メートル程度で、地上では移動は4足歩行。煙突から煙を吸入するシーンを見て思わず可愛いと思った人も少なくはないのではないでしょうか。水中生息期より毒性は増しており、ヘドラの泥を浴びてしまうと瞬時に命取りで、そのヘドロを飛ばすヘドロ弾という飛び道具も使ってきます。ヘドラ飛行形態。上陸期からさらに進化をした姿で、ヘドラの数ある形態のうち最も恐ろしい姿と言ってもいいでしょう。飛行しながら硫酸ミストをまき散らし、それに触れた人はあっという間に白骨化して命を落としてしまいます。また高化学スモッグを発しており、近くにいなくても眼球や喉の粘膜にも痛みが出る、まさに空飛ぶ公害。毒性もかなり強くなっており、先ほども触れたように人間はひとたまりもなく、ゴジラですら喉や目をかきむしる描写がありましたね。そしてヘドラ最終形態。ヘドラと聞いてイメージつく方はこの姿をイメージしている方がほとんどだと思います。この頃には直立で移動することも可能で、ヘドリウム光線という猛毒光線を発射できます。ゴジラよりも体格が大きく、ゴジラの目や腕を溶かしてしまうほど毒性も強いです。ゴジラも何度かダウンを取られ、自力での討伐はほぼ困難だったと言われております。自衛隊が設置してくれた巨大砲電板とゴジラとの共闘で何とか討伐することに成功しました。そしてもう一匹。ゴジラとの死闘の末倒れたヘドラでしたが、劇中の最後のシーンで水中生息期のヘドラがニュッと顔を覗かせているシーンがありました。まだ生き残りがいるという示唆だったんですね。このヘドラのその後については言及されておりませんが、ヘドラはその後のゴジラシリーズにも何体か登場していました。ゴジラファイナルウォーズのヘドラ。2004年公開のゴジラファイナルウォーズ。ヘドラはビルに激突しながら登場していました。さらに吹き飛ばされてきたエビラのハサミが直撃。そしてそのまま放射熱線を食らって退場しております。物語登場時間が30秒にも満たず、制作スタッフの同情からエンディングで東京を破壊するシーンが追加になったらしいです。きっと登場時間が短すぎて鬱憤が溜まっていたんだと思います。またこのファイナルウォーズに登場したヘドラはゲーム設定では一応オス個体ということになっており、昭和のヘドラはメス個体だったそうです。ついでにさっき触れた昭和ヘドラのそしてもう一匹というのはこの個体だったと言われており、ファイナルウォーズの世界観はこれまでのゴジラシリーズの物語を全て経験してきた世界観と言われているため、この説が一番有力かもしれません。アニメ映画ゴジラのヘドラ。
アニメ映画のゴジラは2017年から2018年にかけて公開されたゴジラのアニメーションシリーズです。ヘドラは本編には登場しませんが、小説の前日譚にてその実態が記されておりました。このヘドラの説明にあたり、映画の世界観について軽く触れておきたいと思います。1999年のアメリカ合衆国に出現したカマキラスを筆頭に、その後も数多くの怪獣が全国各地に出現していきます。人類は生存権を徐々に奪われていくのですが、2030年のアメリカ合衆国に明らかにこれまでと違うと言わしめる怪獣が出現。それがゴジラでした。ゴジラは人類にとってそれまでに登場した怪獣とは比較にならないほどの脅威となります。そして2048年、ついに人類は母なる地球を手放し、新たな新天地を求めて宇宙へ旅立つのでした。超ざっくり世界観の解説でしたが、ここからヘドラについて触れられている小説の内容の解説に入ります。話は遡り、1999年に中国の地下鉱脈の地底湖にて、とある新種の微生物が発見されました。その微生物は汚染物質を取り込む性質があることから、地球環境の改善を期待され研究が続けられておりました。しかし怪獣の猛威により事態は急変。その微生物は毒素を利用した対怪獣用の生物兵器へと転用されることとなります。そして2005年11月、中国にラドンとアンギラスが出現。その生物化学兵器を使用した作戦、ヘドラ作戦が決行されました。以下、小説ゴジラ怪獣黙示録の登場人物であるヤン・ホーチェの言葉を引用します。這い出した私は見た。黒い霧が大地と空を汚していくのを。空も野原も滅ぼしていくのを。闇に閉ざされた空は巨大な翼竜が舞い、ヘドロに飲まれた大地を4足の獣が駆け、そして黒い竜巻の中に何かがいるのを私は確かに見た。形は定かではない。亡霊のような何か。巨大な赤と黄色の目、大きな大きな目。そうだ、あれは生物兵器でもないし、微生物でもない。生物化学兵器が怪獣を絞め殺すか。微生物が怪獣の目をえぐるか、怪獣を引き裂くか、という言葉でした。めちゃくちゃ恐ろしいですよね。その後、北京と天津を一夜で壊滅、820万人の死傷者を出したと報じられておりますが、実際のところ、さらにその2から3倍の死傷者が出ていたとか。ヘドラの怖さをここまでリアルに表現した作品は見たことないですよね。ゴジラ怪獣黙示録は、Kindle にて600円で購読できますので、怪獣好きはぜひ必見の一冊です。話がそれてすみません。ゴジラシンギュラポイントのヘドラ。ゴジラシンギュラポイントにも少しだけヘドラの登場が確認されております。このヘドラはクモンガという小型怪獣の体内に存在していました。登場シーンが少なく、このヘドラについて解説している文献も少ないため、詳細なことまでは分かりませんが、おそらく従来の汚染物質や化学物質をまとっているヘドラとは全く別存在だと思われます。クモンガの体内に存在していたことから、クモンガを操っていた本体もしくは共生関係にあったということでしょう。このヘドラは外見も昭和ヘドラとは大きく異なっており、全身が青いスライム状のボディに黄色い目を有しております。大きさ的には昭和ヘドラの幼体期から水中生息期程度の大きさだと推察されます。ゴジラ VS ヘドラのヘドラ。2021年11月のゴジラフェスにて登場したヘドラですが、この時のゴジラとヘドラはファイナルウォーズと同じ姿をしております。同じ着ぐるみだったんですね。実質ファイナルウォーズのリベンジマッチということですね。劇中ではゴジラの片目を硫酸ミストで潰すなどかなり前線をしておりましたが、最後は発電所に倒れたところを放射熱線が直撃して倒れました。また負けちゃったけどかなりいい戦いを見せてくれた印象です。またヘドラ自体はゴジラシリーズの中でも屈指の人気を誇る怪獣でして、フィギュア化や T シャツにもなっていて、結構商品化には恵まれておりましたね。
あと調べていて思い出したんですけど、以前ゴジラ東宝怪獣記者会見シリーズっていうガチャポンあったの覚えてますか？皆さんも結構記憶に新しくないですか？これですね、ゴジラが破壊行為、メカゴジラが模倣行為で、キングギドラが侵略行為、そしてお題のヘドラはなんと開き直りっていう記者会見をしているミニフィギュアなんですけど、めっちゃ可愛くないですか？めっちゃ欲しいです。本当にヘドラが愛らしい。でもこれ発売したのに2016年なんですよね。もう10年近く前の話なんです。去年ぐらいのガチャポンだと思ってた。時間は恐ろしいですね。またゴジラ対ヘドラの監督を担当した坂野義光は、後にゴジラ対ヘドラ2の構想があったことが明らかになっておりましたが、2017年にお亡くなりになったため映像化は叶わずじまいでした。しかし坂野は後に2007年にゴジラの制作権を得てアメリカに渡り、2009年レジェンダリーピクチャーズにてゴジラの長編映画の制作のプロジェクトを立ち上げることとなります。そして制作されたのが2014年のゴジラ。あと坂野監督がゴジラ対ヘドラに携わった際に結構面白い逸話も残っていて、坂野監督はゴジラ対ヘドラにてゴジラを飛行させるというアイデアを提示したそうです。しかしプロデューサーである田中智之氏が体調を崩して入院となってしまったため、田中プロデューサーにこのアイディアの確認が通らないまま撮影は行われてしまいました。そしてゴジラファンに受け継がれていくあの伝説のシーンが誕生します。そう、これです。いや、坂野監督やばすぎ。そんなわけで田中プロデューサーは完成した映像を確認することになるのですが、ゴジラが放射熱線で空を飛ぶ映像を見て大激怒。ゴジラの次回作も坂野監督に担当してもらう予定だったそうなんですが、その話も白紙に戻されてしまったんです。一度はゴジラ制作から離された坂野監督が再びアメリカでゴジラを呼び起こすきっかけとなった人物だった。激アツすぎですよね。全国のゴジラファンからしたらまさに伝説。あと余談なんですが、僕ポケモンが結構好きでして、ポケモンのスカーレット・バイオレットに登場するセグレイブというポケモンの巨剣突撃という技がもうゴジラの飛行そのものなんですよね。 YouTube にもいくつか動画上がっていると思うので、ぜひ確認してみてください。はい、今回の動画以上となります。面白かったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。